今回はアデサニアキラー、アレックス・ペレイラの紹介をしたいと思います。アレックス・ペレイラ、MMA 戦績7勝1敗、USC 戦績4勝0敗、ブラジル出身の35歳、現 USC ミドル級王者です。USC ミドル級絶対王者、イスラエル・アデサニアをキックボクシング時代に2度倒し、USC でも KO で倒し、USC ミドル級新王者に輝いたアデサニアキラー。キックボクシング世界最大団体グローリーで史上初の同時2階級制覇を達成した抜群の速さとキレを兼ね備えた究極のキックボクシング技術を持ち、元 USC ライトヘビー級王者グローバー・テイシェラ指導のもと MMA に順応している群を抜いたストライカーです。またペレイラの左手には岩と小石のタトゥーがあり、石の手を意味するポーアタンのニックネームを持っております。ペレイラはブラジルの貧困街ファベーラで生まれ育ちました。貧困な家庭で育ったペレイラは中学校を中退し、12歳からタイヤショップで働き始めました。そのタイヤショップのたくさんの同僚がアルコール依存症。同僚は毎日ラム酒を飲みながら仕事をしていたそうです。ペレイラも同僚から酒を勧められ、最初は断っていたそうですが、次第にペレイラも仕事をしながら飲むようになってしまったそうです。ペレイラは13歳から飲み始め、16歳くらいの頃には職場で1日に約1リットルのラム酒を飲んでいた。そこに数本のビールを混ぜて飲んでいたこともあった。仕事の後も飲み続けた。俺は本格的なアルコール依存症だった。貧困街で育ち、自分の人生に何の期待もしていなかったと話しておりました。ペレイラは21歳の時、アルコール依存症を克服するために何かスポーツを始めたいと思ったそうです。サッカーのやり方も何もスポーツをしたことがなかったペレイラは子供の頃よく喧嘩をしていたこともあり、キックボクシングを始めました。するとキックボクシングですぐに頭角を現し、アマチュアでブラジル王者、アマキックボクシング戦績25勝3敗、うち25勝全て KO 勝ちの戦績を上げ、アマチュアで対戦相手が見つからなくなるまで実力を上げました。しかしペレイラはまだアルコール依存症を克服することはできず、完全に断酒すると決意しても1ヶ月後には飲んでしまっておりました。ブラジル王者になった帰り道、コーチからキックボクシングのキャリアを真剣に考え始めるべきだと言われたことを機に改めて断酒を決意。ペレイラは戦い始めて4年、コーチから指摘され、キックボクシングのキャリア全体を頭の中で計画した。それは飲酒をやめなければ目標を達成できないことに気づいた。それ以来アルコールは一滴も飲んでいない。試合に勝ってもコカ・コーラでお祝いするようになったと話しております。2013年にプロキックボクシングデビュー。グローリーを主戦場にプロキックボクシングでも勝ち星を重ね続け、2015年、2016年には並行して MMA にも挑戦。ブラジルのジャングルファイトで参戦し2勝1敗。しかしそれ以降はキックボクシングに専念しておりました。2016年4月にはグローリー・オブ・ヒーローズで後の USC ミドル級王者イスラエル・アデサニアとキックボクシングで対戦。判定勝ちを収めましたが、試合後にはアデサニア勝利を支持する声が多数上がった試合となりました。2017年3月、グローリー・オブ・ヒーローズ7でイスラエル・アデサニアとキックボクシングで2度目の対戦。試合は主導権を握られ、2ラウンドにはスタンディングダウンを奪われるも3ラウンドに左フックで逆転 KO 勝ち。これがアデサニアにとってキックボクシングで唯一の KO 負け。この時それほど世界的に知名度が高くなかった両者でしたが、この試合が後のペレイラの格闘技人生において大きく左右する勝ち星となります。その後も勝ち星を重ね続け、2017年にはグローリー世界ミドル級王者に輝き、ミドル級王座を5度防衛。2019年にはグローリー世界ライトヘビー級王者に輝き、グローリー史上初の2階級同時王者となり、プロキックボクシング戦績33勝7敗 21KO 勝ち。一方、かつて2度勝ち星を挙げたイスラエル・アデサニアはキックボクシングから MMA に完全転向し、2018年から UFC に参戦。USC 参戦後も勝ち星を重ね続け、2019年には USC ミドル級王者に輝き、その花のある見た目と試合から一躍世界的な人気選手となりました。その光景を見たペレイラは USC ミドル級王者アデサニアをターゲットに2020年 MMA 本格転向を決意。USC への登竜門である LFA と契約したことを発表しました。USC ミドル級絶対王者イスラエル・アデサニアを2度倒したグローリー2階級制覇王者というとんでもない肩書きを引っ提げたペレイラが MMA 転向のニュースは MMA ファンの間で大きな話題となりました。そしてペレイラは MMA ファンの期待通り MMA でも快進撃を続けることになります。2020年11月、MMA 本格転向初戦 LFA にてトーマス・パウエルと対戦。試合は1ラウンド左フックが炸裂し、相手は前のめりに崩れ落ち KO 勝ち。MMA 本格転向初戦で衝撃のパフォーマンスを見せました。試合後、対戦相手のパウエルが約5分間気絶。意識を戻した後、医療スタッフに俺は戦っていたのかと尋ねるほどのダメージを与えました。
そして2021年11月、MMA 本格転向後、LFA での1勝のみで USC と契約しております。2021年11月、USC デビュー戦ではアンドレアス・マイカライビスと対戦。1ラウンドテイクダウンされ、ケージに押し込まれる劣勢の展開だったものの、2ラウンドにイラン式の飛び下げりで衝撃の KO 勝ち。究極のキックボクシング技術でインパクトのある USC デビューを飾りました。2022年3月、キックボクサーのブルーノ・シューバと対戦し、打撃を入れ続けて判定勝ち。これで UFC2 連勝。MMA ファイターとしての経験はまだ浅いペレイラですが、アデサニアを2度倒した実績から USC はペレイラに大きなチャンスを与えます。2022年7月、ランキング4位のジョーン・ストリックランドとの対戦が決定しました。ペレイラは USC3 戦目でノーランカーながら、異例のいきなりトップランカーとのビッグチャンス。MMA ファイターとしての実力は未知数ですが、テストとしてランキング4位のストリックランドが用意されました。ジョーン・ストリックランドは当時 MMA 成績25勝3敗。柔術茶帯でグラップリングの実力を持ちながら、鋭いジャブを軸に距離を取り、殴らせずにダメージを与え続ける MMA ストライカー。雄弁な話術でトラッシュトークや過激な発言で MMA ファンを魅了しております。2009年16歳の若さでプロ MMA デビュー。キングオブザケージ世界ミドル級王座を獲得後、5度の王座防衛に成功し、13勝無敗の戦績で USC と契約。ウェルター級でランキング一歩手前まで行きましたが、2018年10月にノルディン・ダレブに TKO 勝ち後、バイク事故で2年間欠場。復帰後は階級をミドル級に上げ、6連勝中。次期王座挑戦に最も近い位置に君臨しておりました。MMA で抜群の経験値を誇り、MMA の距離での打撃が抜群にうまいストリックランドに対し、キックボクシングの中間距離で戦う究極のキックボクシング技術を持つペレイラとのストライカー対決。また同大会 USC276 のメインイベントは、アデサニア VS キャノニアの USC ミドル級タイトルマッチ。王座挑戦まで最短距離を目指すペレイラにとって絶対に乗り越えたい一戦でした。試合は1ラウンドステップインからの左フックでダウンを奪い、起き上がってきたところに右ストレートを続け、2発とも完璧に顎を打ち抜き KO 勝ち。衝撃の KO 勝ちを収め、ミドル級王座次期挑戦者にふさわしいパフォーマンスを世界に見せつけました。試合後ペレイラは、彼が試合前に何を言おうが俺と戦ってくれた頃に敬意を持っている。俺らにはカーフからボディへと狙っていく完璧な作戦があった。多くの人が俺がアデサニアに勝ったのは MMA じゃないと言うけど、今日ランク4位を倒した。みんな今夜はアデサニアを応援してくれと話しました。そして同大会のメインイベントはアデサニアが判定で勝利し、 USC ミドル級王座5度目の防衛に成功。試合後アデサニアは、誰が次かわかるだろう、フォーアタンよく聞け、前の試合は俺が右手を出しすぎたミスだった、でもあれはキックボクシングだ、次俺と戦う時はお前は何もできない、凍らせてやると話しました。そして2022年11月、 USC ミドル級絶対王者イスラエル・アデサニアとの USC ミドル級タイトルマッチが決定しました。キックボクシングで2度倒したアデサニアと、今度は MMA にルールを変えて3度目の対戦。世界最高峰 USC の頂点で再会することになりました。イスラエル・アデサニアは当時 MMA 戦績23勝1敗。花のある見た目と花のあるファイトスタイル、並外れた動体視力と卓越した身体能力から MMA23 勝中 15KO/TKO と高いフィニッシュ率を誇っております。2019年に USC ミドル級王者に輝き5度防衛。1位ロバート・ウィテカーに2度、2位ジャレット・キャノニア、3位マービン・ベットーリ、5位デレク・ブランソン、6位パウロ・コスタに勝利しており、 USC ミドル級トップランカーを一掃し、 USC パウンド・フォー・パウンド2位に君臨。 USC ミドル級に相手がいなくなっておりました。そこでアデサニアにとって因縁の相手、アレックス・ペレイラが出現。今回タイトルマッチが実現しております。試合前ペレイラは、俺は彼を尊敬しているし、彼がしてきた仕事も尊敬している。でも俺は今目の前まで来た。彼が持っているものはすぐに俺のものになるんだ。彼がもし自分の射程圏内に入ったら確実に傷つく。アデサニアはキックを多用し、今までの相手はそれにうまく対処できていなかった。でも俺が彼と戦えば、早い時点で彼の蹴りをディフェンスし、距離を詰め接近戦に持ち込む。その時倒れているのは彼の方だと話しました。ペレイラは減量に苦しむも 83.73 キロでクリア。ペレイラは SNS で試合翌日 95.9 キロまでリカバリーしている様子をアップしており、前日計量から約12キロを戻しておりました。試合は1ラウンド終了間際に右ストレートと左フックでぐらつかされ、4ラウンド終了時で 1,3,4 ラウンドアデサニア、2ラウンドペレイラで39対37。ペレイラが勝つにはフィニッシュする以外選択はありませんでした。4ラウンド終了時のインターバルでセコンドであるテイシエイラからいいか一か八かだ全てを忘れろもう KO するしかないと声をかけられ5ラウンドを迎えました。
そして5ラウンドペレラの左フックがヒットし、ふらついたところに追撃のスタンドパンチ連打でレフェリーがストップ。逆転の TKO 勝ちでペレラは USC ミドル級王者に輝きました。アデサニア相手に3度目の勝利。そして絶対王者アデサニアはミドル級で初の敗北。キャリア8戦目 USC4 戦目という驚異的なスピードで USC の頂点に立つことに成功し、パフォーマンスオブザナイトを獲得しました。試合後ペレーラは一生懸命トレーニングしてきた、このためにずっと練習してきた、トラッシュトークもあったけど試合前の暴言は許してほしい、5ラウンド戦は無理だと言っていたみんな、今の自分を見てくれ、とてもハードファイトだったけどこのように辛い試合のような練習を毎日5ラウンド通してやってきた、次への準備はできていると話しました。 USC 代表デイナ・ホワイトはアデサニアがこの試合を望んでいた、表向きは威勢のいいことを言っても舞台裏では全然違うことを言ってる選手は大勢いる、他の選手ならもう少し時間をくれ、あれをくれ、これをくれと引き伸ばすような試合でも彼は受けて立つ、チャンピオンとして彼が成し遂げてきたことを尊重しないといけない、ダイレクトリマッチの可能性は十分あると話しました。 USC ミドル級で長期政権を築いてきたアデサニアを KO し、キック時代を含めて計3度倒したアデサニアキラーアレックス・ペレーラ。今後まだ MMA キャリアの浅いペレーラに唾液を軸でなくタックルや組をミックスさせたスタイルのトップランカーとの対決にどう戦うか注目です。アデサニアは飛び抜けた打撃力を軸に戦うストライカー、同じく飛び抜けた打撃力を軸に戦うストライカーのペレーラにとって相性はいいと見られます。一方打撃と組をミックスさせて戦う全局面レベルの高いロバート・ビテカ、テイクダウンからグラウンドの展開が得意なレスラータイプのマービン・ベッドーリとデレク・ブランソン、打撃も強くて柔術黒帯のパウロ・コスタなどアデサニアが一掃してきたミドル級トップランカーとどう戦うのか要注目です。以上です。今後も各階級の王者トップランカーなどを紹介していきたいと思っております。いいね、評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。